はい、こんにちは。不動産投資をしているヒロと言います。このチャンネルでは不動産投資で得た知識や経験を記録がてらにお話ししていくチャンネルです。先にお断りしますが、私は特別な人間でもございません。最初になぜ個人資産に興味を持ったのか、また資産運用を作ろうかと思ったことについてお話ししていこうかと思います。調理師という職業柄、時代背景もありますが、ありがたいことに社会的地位の高い方々とお話をさせていただく機会に恵まれ、また何かしらのイベントごとにお声掛けをいただけたりしてご縁が広がりました。そんな中ですね、ごひいきにしていただいてあるとある方にですね、そろそろ欲しいものを買うのではなく必要なものを買っていかないといけない時期になったんじゃないのという一言からでした。最初は何をおっしゃっているのかわからなかったのですが、社会通念上お付き合いに参加させていただく中で、どう考えても同じサラリーをもらっている身分なのにお金の使い方や金額がどんぶり勘定でもわかるくらい大金を使います。いろいろなセミナーやイベントなどに参加し、必要とあらば躊躇なく側近で購入するなど信じられないほどでした。ある時にいろいろお伺いしてみると、親切丁寧に教えていただけたのですが、即答で教えていただいたのではなく、まずは考え方からでした。あなたにとってお金とは？あなたにとって仕事とは何か？そういったいくつかのことを聞かれました。私自身何も考えずにルーティンのように毎日を過ごしていて気にも留めていませんでした。しかしながらよくよく考えてみれば自分の将来、ましてや家庭のことなど全く考えもしていなく、ただただ仕事をしていました。仕事さえしていれば無難に生きていけるだろうとぼんやりと思っていましたね。私の育った環境はいわゆる団塊世代の親で、親の言うことは絶対で子供の自己主張や口答えは一切なし。そんな環境でしたが、高校に入った途端に反動で大きく自己主張に舵を切りましたけどね。そんな状況でたかだか数万円という借金をですね、背負ったがゆえに残念ながら人生にピリオドを打った方々が連日のようにニュースで流れるなど、そんな時代でした。世の中でお金とはの疑問を意識して考えるようになりましたね。お金とはという疑問に個人的に至った結論は、いい意味ではより良い生活をするためのアイテムで、よろしくない意味では人を支配する上で万国共通なアイテムということになりました。今回は正しいかそうでないかというのは別にしておきます。そんな折いろいろお話ししていくうちに資産の大切や資産運用に目覚めるようになり、まず考えたのがお金を得る方法。いろんな意見や考え方、参考資料をもとに分類してお金を得る方法は大きく分けると3つに分けられ、一般的に労働と運営と運用の3本柱ということが分かりました。このことから資産運用では時間を味方につけるのが鉄壁。福利という化け物を味方にするのがほぼ負けない。福利とは人類最大の発明と言っても過言ではない。と熱く語られました。先立つ資金確保から取り掛かり、内地をフル回転しながらも資金確保に躍起になりましたが、調理関係という職業柄、拘束時間が長く、経済が上向きな時も白球。自分で言うのもなんですが、資金を確保するには並々ならぬ努力が必要で、年単位での計画になるのは安易に考えられました。それでも千里の道も一歩から、コツコツと地道に資金を調達し、数年後にはまず約30万円ほどを確保。始めた第一歩が株式投資で、手元約30万円からスタートしました。ですがそこは素人。簡単にうまくいくこともなく、最初は波乱万丈でしたですね。そんな時にいわゆるして株の存在を知り、ほぼほぼ投機まがいな戦法に切り替え、値動きを注視していると、ある種のヒント、きっかけに気づくことになりました。はっきりとした理由は今になってもよくわかりませんが、ビギナーズラックなんでしょうか。ひょうたんからコマ、なんと成功しました。これに関しましては全く再現性はなくたまたま偶然の産物なのかもしれません。とりあえず現状での資産の最大化に一旦は成功し、意気揚々とそれからも投資をするのですが、その後が順調に続きません。ちなみに支店には手は出していません。資金効率を重視するあまり、損切りの連続。結果は資産が目減りしていく一方で不安な気持ちから冷静ではなくなっていき、また、して株に手を出そうかと考えるときにふと初心に戻り相談。そこで資産運用にはリスクヘッジを兼ねて分散投資方法に切り替えることにしました。株式、金、不動産等を知り、その中でも勧められたのが不動産投資でした。当初不動産投資と言われても敷居が高く尻込みしていました。不動産投資をされている方々にお話をお伺いしていくうちに、不動産もありだという結論に至り、不動産も選択肢に入れることにしました。
ある程度勉強やら何やらしていたのですが、実際にはイレギュラーはつきもので数々のイレギュラーが発生することに。当社、全くの素人なので、どうにもこうにもいかず途方に暮れる日々が続きますが、そこはまた相談。さすがに私が経験する事柄すべては経験済みのようで的確なアドバイスをいただけました。行動力はある程度自信はあったので、車を走らせ多方面に出向き、資金や時間を使いクリアすることに。この件に関しましてはまた別の機会に。私の場合はおかげさまもあり、ここまで致命的な問題が発生することなく進むことができました。そういった経験や知識、レアなケースやちょっとした気づきや意外な解決策などがこれからもお話しさせていただければと思っております。不動産投資に興味を持たれたり、選択肢の一つと参考になれば幸いです。初回なので小難しい話はこのくらいで、気軽な気持ちでご覧いただけるチャンネルにしていこうかと考えていますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。